マサ、今日ははいクリスマスも近いんで、はい。なんかクリスマスっぽいものありますかね。クリスマスっぽい。何を飲むかにもよるとは思うんですけど、例えばウイスキーがいいんだとかカクテルがいいんだとか、カクテルかな、まずは。カクテルで、はい。そうなるとやっぱクリスマス、お祝い事とかクリスマスは泡物ですかね。泡物ですかね。シャンパンをいいじゃない使っですか。た感じのものがいいじゃいかがないですか。でしょうか。いいじゃないですか。行きましょう。そうですね。じゃあ1杯目は比較的はいスタンダードなシャンパンカクテルをええお出ししたいと思うんですが、よろしいですかね。よろしいですね。はいお願いします。あんまりシャンパンとか飲むこと飲まないですね。飲まないですかね。えちょっと贅沢ではあるとは思うんですよね。え結婚式で飲むぐらいの。そうですね。そんなもんですかね。シャンパンカクテルもいくつか存在はするんですが、比較的スタンダードというかよく見るタイプだと思うんですが、今日はまずはキールロワイヤルにしたいと思います。カシスを使うので、はい。見た目もクリスマスっぽさは出るかなっていうところもあるので、あともう単純にカシスと、シャンパーニュ、来た。はい、今日はもう使ってみようかなと思います。単純にこの2つを混ぜるだけなんですが、両方ともフランスの代表的なものということなんですが、言わずと知れたこのモエシャンドン、モエシャンドンですね。こちらですね。のブリュットから口ですね。そちらと今日使うカシスはフィリップ・ド・ブルゴーニュっていうカシスで、こちらを使いますので、ブルゴーニュ、フランスのブルゴーニュ地方のディジョン市っていう市の名産でもあるというんですかね、その地域で採れるのがカシスなんですね。ですからカシスの本場といってもおかしくない町の採れてるカシスです。でキール・ロワイヤルなんですが、原点はキールというカクテルがあるんですが、それはディジョンっていうこのディジョン市の当時の市長の名前がキールさんで、その名前を冠したカクテルをキールっていうカクテルが作られて、それの変形版、白ワインで割って作ったものをキール、それをシャンパンに変えたものをキール・ロワイヤルっていう形になります。まさにクリスマスにそういうことですね。カシスの量とかも、お好みではあるんですが、あまり甘くなりすぎないというのがいいかなっていうのもあるので、そうですね。適量なんですが。それは何ですか？カシスをグラスになじませてます。シャンパーニュも発泡性のある飲み物なので、後でガチャガチャ混ぜちゃうと、発泡性が失われて気の抜けたカクテルになってしまうので、なるべく後から混ぜなくていいように最初にグラスにある程度カシスがなじませます。ですね。結構濃度高いんで見て分かるとおり色が赤く赤いですね。ここにシャンパンを注ぐことです。いよいよ。そのまま飲んでも美味しいのですが、クリスマスカクテルということなので、そうですね。贅沢にシャンパンのカクテルにしています。フランスのカクテル名というかカクテルの名前なので、やはりフランスのシャンパンを使うのが正式ということですね。スパークリングワインではダメだぞと。ご覧の通り、もう泡立ちがいいので、これがまたシャンパンの魅力ですね。いやー、おしゃれだわ。これで十分混ぜるんですが、やはり比重が重い甘いカシスなので、軽くだけ。こちらで出来上がりです。キール・ロワイヤルになります。キール・ロワイヤルですね。いや、おしゃれすぎてな、ちょっと。では、いただきます。どうぞ。
あ、うまい。甘さどうですか？あ、ちょうどいいです。あ、美味しい。意外とカシスは皆さんオレンジジュースで割ったり、カシスソーダにしたり、グレープフルーツで割ったりっていうのが一般的な飲み方かもしれませんけど、フランス同士のつながりで相性も良いですし、見た目も綺麗なので、クリスマスにはぴったりなカクテルかもしれませんですね。辛口のシャンパーニュは少し甘やかでフルーティーに仕上がっているという意味では飲みやすさも十分だと思います。ちなみにカシスは日本でいうと黒すぐりっていうすぐりっていうことなんですね。フランス語でそれをカシスと言います。英語ではカラントっていうらしいですよね。赤すぐりとか白すぐりとかっていろんなのがあるんですが、カシスは黒すぐり、黒いすぐりのことをカシスというそうです。ちょっとカシスを使った大人の飲み物ということになると思います。シャンパン単体よりもちょっと甘くなってマイルドになってすごい飲みやすいですね。そうですね。女性の方にも比較的飲みやすいタイプなので、ですからクリスマスに女性と乾杯するのにもいいカクテルかもしれません。はい。いや、これスイスイ飲むの危ないな。そうですね。飲みやすいですけどね。やはりアルコール度数はそれなりに。それなりですよね。はい。カシスの方にはアルコールは入ってない。入ってます。入ってんですか。はい。カシスはリキュールなので、クレームドカシスっていうクレームドってついてるのは、濃度の高いもの、エキス分の高いものを指してるんですが、甘いのですけども、アルコール度数は20度ぐらい。そんな入ってるんですか。そうなんです。ですからシャンパーニュよりもアルコール度数をですよね。ですからこの甘い感じは飲みやすくしてるんですが、実はこの甘さがカクテルのアルコール度数を高めているというところではあります。ただシャンパンはやっぱり発泡性があるものなので、開けてしまうと飲み切らなきゃいけないところもあるので、キルロワイヤルばかり飲んでるのはちょっと辛いとは思うんですけども、そうですね。作り方としては、カシスを別のリキュールに変えて作るなんてことも可能なので、必ずキールロワイヤルで飲まなきゃいけないわけではなくて、シャンポールリキュールなんかはちょっとラズベリー系蜂蜜を使ったカシスに似たようなタイプのものなんかで割って作るものなんかも存在する。お好きな果物系のリキュールで割ることは可能だと思います。はい。はい。たまにはこういうカクテルもいいですね。本当いいです。美味しいです。所長いつも IPA ってたまにはこういうクリスマス感を味わってもらうのもいいかもしれません。そうですね。たまには IPA から離れて、せっかくシャンパン開けさせてもらったんで、なんかもう一種類ぐらい。大丈夫ですか？お腹パンパンになります。大丈夫です。そうですね。じゃあもう少しクリスマス感を出したいと思うので、さらになので今はこのカシスのリキュールを使ったんですが、時期物でクリスマスといえば、果物はクリスマスといえば果物、イチゴですか？イチゴですか？そうですか。ちょっとイチゴがクリスマスに向けて入ってきているので、そうなんです。フレッシュなイチゴを使ったもので作るともっとグッとクリスマス感出るかなということで、そちらをお作りしたいと思います。お願いします。ごちそうさまでした。はい。こちらをお作りします。いちごを使うとシェーカーで振ったりできないので、ジューサーっていうか、そうですね、ブレンダーっていうんですが、そちらを使って作ることができるいちごをこんな感じで今日ではとちおとめでお作りしたいと思います。果物も絞って使えるものと果肉ごとブレンダーで使うものとあるんですけど、いちごは絞るよりも果肉ごと使うことがそうですよね、いいので贅沢にたくさんいちごを使ってみたいと思います。いちご単体で食べてもうまそうだな。そうですよね。もちろん。ただそれを贅沢にカクテルにするところがいいです。それはいちごシロップですか？そうですね。軽くですね。あんまりせっかくフレッシュ感を失うのはないので。
ままだと飲めないので、これをブレンダーにかけます。はい。という状態です。ピューレというか多少ペースト状なんですが、これをこのまま注いでシャンパンで割ってもいいんですけど、自然発泡酒のシャンパーニュは泡立ちがこう立ちすぎて、注ぐのにすごい時間かかってなじませるの大変なので、もう直接入れちゃう。いけます。ちょっと邪道と思われるかもしれませんけど、ここに入れただけでもこんなに泡立ってしまうんです。すごいですよね。下手な人が注いだビールみたいな。そうなんですよ。やっぱりこれはこう傾けててもこれですから、この口の細いグラスに直接やるとすごく泡があぶれ出しちゃうんですね。あまり気を抜いちゃうともう残念なことにはなるので、これちょっと落ち着けます。そうですね。せっかく開けたんでですよね。そうですよね。こうした感じがいいですね。こういう感じに出来上がります。シャンパンとイチゴを使った、作り方は今ちょっと僕のアレンジも入ったんですが、一般的にはこのシャンパンとフレッシュのイチゴを使ったものを日本ではレオナルドでではできました。こちらがレオナルドと言います。レオナルドってですね。そうなんです。一説には人の名前が由来になって、作った方の名前から来てるというお話も昔ちょっと聞いたことはあります。ただイタリアでは違う名前で呼ばれてるようですね。ロッシーニっていうのが確かイタリア名だったと思いますけども。そうなんだ。ですからイタリアってことになると今度シャンパーニュ、フランスのシャンパーニュではなくて、スプマンテ、イタリアだとスプマンテですね、を使うので、おそらくスプマンテを使って作るとロッシーニで、シャンパーニュで作るとレオナルドという、割るものによって名前がちょっと変わるのかなっていう形ではなりますね。それではいただきます。どうぞ。いい味。果肉が。もっとこうしっかり細かくブレンダーで回してもいいんですけど、やっぱ多少こう果肉感残す方が僕も好きですね。意外と海外に行くとシロップとかリキュールをシャンパンで割るだけみたいなタイプが多く作られたりするんですが、やはりフレッシュを使った方が全然味としては、美味しくいただけると思うんですね。そうですよね。ちょっと可愛らしいですが、クリスマス感は、先ほどよりもさらにワンランクアップ。なんか赤白でサンタクロースの服みたいな。見た目も可愛らしいですしね。通常にこうシャンパーニュはイチゴを食べたりキウイ食べながらシャンパンを飲むでも十分美味しいんですけど、そっかそっか。こういうスタイルカクテルにしてしまうのも贅沢で美味しいですね。これは贅沢だ。年に一度の贅沢だ。果物でいうと他に有名なのはオレンジジュースとシャンパーニュで割るミモザとか、あとは桃、いちごの代わりに桃と、それの場合はイタリアなのでシャンパーニュ使わないんですが、そちらの方で作ったものなんかはベリーニ。聞いたことある。ベリーニはイタリア生まれなので、逆にシャンパーニュを使う必要はなくて、でスプマンテっていうのがイタリアのスパークリングなんですけど、正式にはそのスプマンテよりももうちょっと炭酸の弱いプロセッコっていう、弱い弱炭酸のスパークリングがあるんですが、そちらと桃で作るのが正式のようですけど、そこの土地物みたいなところはあるとは思うんですが、いずれにしても贅沢なカクテルとは違いないんですけど、ミモザなんかはその名の贅沢感を出す
でミモザっていうのは世界一贅沢なオレンジジュースだって言われるぐらい、まあ、オレンジジュースをシャンパーニュで割るわけですから、はい、って言われるぐらい、まあ、贅沢感を象徴するカクテルでもあるので、まあ、いつもちょっと厳しいかもしれませんがね。そうですよね。本当贅沢させてもらってますわ今夜。果物好きな方はこういうスタイルのカクテルを飲まれるといいかなと思いますね。いやこれはいいわ。クリスマスってあと何ですかね。そうですね。まあカクテルも色合いだけとか、あとはまあ不思議なですけど、もみの木のリキュールなんかも存在しているので、もみの木のリキュールあるんで、まあクリスマス感という形を表現しようと思えばいくつもこう作ることは可能ですけども、やっぱり、まあ、今日飲んでるシャンパーニュを超えてくるものは贅沢感としてはなかなか生まれてはこないと思いますが、あとはそうですね、まあ、カクテルではなくてウイスキーなんかでもクリスマス感を感じたい。ウイスキーでも感じられますか？それはもちろん味自体はウイスキーですけど、クリスマスを意識して作られているウイスキーもあるので、それ一番興味ありますね。本当ですか？本当。じゃあそれを飲まれた後に行ってみます？行ってみますかね。一気になんかクリスマスというよりは所長のいつもの趣味の方に寄っていくんですがよろしいですね。大丈夫です。はい。じゃあこの後は、そのウイスキーをお出ししたいと思います。いいですね。飲みたいですね。はい。